今から話すことを聞いたら、あなたは今日出会った人全員を違う目で見るようになります。なぜなら、その人との出会いは偶然ではないからです。実は、あなたがこの動画を今、この瞬間に見ていることも偶然ではありません。1000年前からすでに決まっていたのです。信じられないかもしれません。でも、日本人の祖先はこう言いました。袖振り合うも多少の縁、道ですれ違っただけの人とも前世からの縁があると。今日、私が話すのは、あなたの人生のすべての出会いを説明する、日本で最も神秘的な概念です。それが、縁です。そして、この8分間で、あなたは気づくでしょう。あなたは一度も、一人だったことがないのだと。考えてみてください。なぜ、何億人もいるこの世界で、あなたは今の親友に出会えたのでしょうか。なぜ、その日、その時間、その場所にいたのでしょうか。もし電車に乗る時間が5分違っていたら、もし違う学校に行っていたら、もしあの日風で休んでいたら、今の人生は全く違うものになっていたかもしれません。これは本当に偶然でしょうか。日本人は違うと言います。すべての出会いには縁があると。縁とは見えない糸です。あなたとあなたが出会うべき人を結ぶ神秘的な糸。この糸はあなたが生まれる前から存在していました。そしてどんなに遠く離れていてもいつか必ずあなたを正しい人のもとへ導くのです。でもほとんどの人はこの真実を知りません。だから大切な出会いを見逃してしまうのです。縁には種類があります。良縁、あなたを成長させる美しい出会い。悪縁、あなたに痛みを与えるが大切な教訓を残す出会い。奇縁、説明できない奇跡のような出会い。そして最も深いのが因縁です。これは前世からの縁。仏教ではこう教えます。あなたが根性で出会う人はすべて過去世で何らかの関係があった魂だと。愛した人、傷つけた人、助けられた人、その未完の物語を完成させるためにまた出会うのです。だから初めて会ったのになぜか懐かしい人がいるのです。だから理由もなく誰かに惹かれるのです。それは魂が覚えているから。興味深いことに日本には縁を司る場所があります。縁結びの神社。人々は見えない糸を強くするためにそこへ行きます。でももっと興味深いのは縁切り寺の存在です。悪い縁を断ち切る場所。なぜなら日本人は知っているからです。すべての縁が良いものではないことを。時には縁を切る勇気も必要なのだと。ここで一つの伝説を話しましょう。中国に月下老人という神がいました。この神は一つの力を持っていました。それは運命の二人を赤い糸で結ぶ力。この糸は小指に結ばれています。見えません。触れません。でも絶対に切れません。どんなに遠く離れていても、どんなに時間が経っても、この糸は二人を必ず引き寄せるのです。糸はもつれるかもしれません。伸びるかもしれません。でも決して切れることはありません。日本人はこの伝説を信じてきました。そしてこう言います。赤い糸で結ばれた二人は必ず出会うと。でもここからが本当に深い話です。実は赤い糸は恋人だけを結ぶのではありません。親友も家族もあなたの人生を変えるすべての人とあなたは糸で結ばれているのです。今この瞬間もその糸は引っ張られています。あなたを次の大切な出会いへと導くために。ある冬の日、東京の古い喫茶店で私は一組の老夫婦と出会いました。二人は静かに手をつないでいました。その手はシワだらけでしたが、とても美しかった。私は思わず尋ねました。お二人はいつ出会われたのですか？おじいさんは優しく微笑んで答えました。70年前です。
でも、最初の出会いは、もっと前かもしれません。そして、こう続けました。私は20歳の時、広島で被爆しました。生き残ったのは、奇跡でした。でも、心に深い傷を負いました。生きる意味がわからなくなったのです。そんなある日、東京行きの電車に乗りました。席に座ろうとした時、一人の女性の足を踏んでしまったのです。おばあさんが静かに言いました。それが私でした。彼がすみませんと謝った時、なぜか涙が出たのです。初めて会ったのにずっと探していた人に会えた気がしました。おじいさんは続けます。私たちはその後毎日同じ電車で会うようになりました。話すことはありませんでした。でも不思議なことに彼女がいると生きる力が湧いてきたのです。ある日勇気を出して話しかけました。そして知ったのです。彼女も広島出身だったことを、彼女の家族もあの日失ったことを、同じ痛みを持つ2つの魂が電車で出会ったのです。おばあさんが静かに涙を流しました。あの日、もし彼が違う車両に乗っていたら、もし私が5分遅れていたら、もし彼が私の足を踏まなかったら、私たちは出会えなかったかもしれません。でも、おじいさんが彼女の手を強く握りました。私たちには縁があったのです。見えない糸が私たちを結んでいたのです。だから必ず出会えたはずです。どんな形であれ、その瞬間、私は理解しました。縁とは希望だと、あなたが出会うべき人には必ず出会えるという宇宙の約束なのだと。現代社会は私たちに嘘をつきます。出会いは偶然だと、運命なんて存在しないと。 SNS は無限の選択肢を見せます。マッチングアプリは完璧な相手を探せると言います。でもなぜこんなに多くの選択肢があるのに人々は孤独なのでしょうか。それは本当の縁を見逃しているからです。縁は華やかではないかもしれません。劇的ではないかもしれません。でも目の前にいる何気ない人かもしれません。毎日すれ違うあの人かもしれません。一度話しただけのあの人かもしれません。日本人の祖先はこう教えました。一期一会、すべての出会いは一生に一度。だからすべての出会いを大切にしなさいと。あなたが今日話した人、あなたが今日すれ違った人、あなたが今日笑顔を向けた人、その人との縁は偶然ではありません。何千年も前から決まっていた出会いかもしれないのです。今日からあなたの人生は変わります。すべての出会いを違う目で見るでしょう。道ですれ違う人も、電車で隣に座る人も、偶然話しかけられた人も、それはもう偶然ではありません。それは縁です。見えない糸があなたをその人のもとへ導いたのです。そして覚えていてください。あなたが今孤独を感じているなら、あなたを待っている縁がまだあるということ。あなたが今誰かを探しているなら、その人もあなたを探しているということ。赤い糸はすでに結ばれています。あとはその糸をたどるだけ。信じてください。あなたが出会うべき人には必ず出会えます。なぜなら縁は決して切れないから。日本人として生まれた誇り、それはすべての出会いに意味があると知っていること。そして見えない糸ですべての人とつながっていると信じていること。次回は縁を強くする具体的な方法と悪い縁を断ち切る方法をお話しします。あなたの心がこの動画で少しでも動いたなら、ぜひチャンネル登録を。あなたは一人じゃない。見えない糸で誰かとつながっている。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。あなたの人生で最も大切な縁は何ですか？ぜひコメントで教えてください。そしてこの旅を共に続けるためにチャンネル登録をお願いします。あなたの縁の物語をこれからも一緒に感じていきましょう。そしてこの縁と深くつながる
もう一つの日本の美意識があります。それが前回お話ししたわびさびです。壊れた茶碗を金でつなぐように、私たちも縁という見えない糸でつながれています。まだご覧になっていない方は、ぜひそちらもご覧ください。コメント欄で、あなたの人生で最も大切な縁は何か教えてください。これからも一緒に、日本の哲学や美の世界を探求していきましょう。